今週の出雲ラボはニッケル水素充電池の充電モジュールを使って実際にエネループを充電してみました。ついでにタイムラプス撮影で使う7セグタイマーも作ったので紹介します。果たしてエネループは無事に充電できたのか？よかったら最後まで見ていってください。こんにちはったらこんにちは。出雲です。というわけで、先週紹介した CN8035 を使った充電モジュールで実際にエネループ3本を充電してみたというお話。さて、どうなったんでしょうか？あと、ESP32 と7セグディスプレイを使ってタイマーも作ったので後半で紹介します。とりあえず、どんなことをやったのかってところだけざっと説明しますね。接続はこう、簡単ですね。充電モジュールに 5V 与えて、最大 4.5V のエネループ3セルを充電すると。これだけ見るとうまくいきそうな気がします。うまくいくと思ったんですよね。一応、先週もご紹介しましたが、使ってた充電モジュールがこれ。結構高かったんですよ。というわけで、やってみた結果をご覧ください。先週放電したエネループ3本を接続。こっちが今回作った7セグのタイマー。下の桁が分、上の桁が時間になっています。電源パネルから 5V 電源を持ってきまして、ブレッドボードにグサ。充電モジュールの充電 LED は点灯しましたが、電流はちっとも流れてません。一応タイマーをリセットして待ってみることにしました。1時間近く待ってみたんですが変化ない。配線チェックして電圧上げてみました。微妙に充電されてるみたいですが、ダメですね。ちょっと落ち着いて考えてみましょう。何がダメだったのか考えてみます。まず、ブロック図の動きを説明しますね。ここが電源、5V とします。ここの NMOS が電源から電流をエネループに流し込みます。電池電圧はこの抵抗で分圧して、フィードバック端子でモニター。このフィードバック端子の電圧を見ながら、この NMOS で電流を調整するという動き。なんとなくわかります？先週説明したみたいに、フィードバック端子の電圧を見て、1A だとか、その 0.6 倍だとかの電流を流すということです。で、問題はこの NMOS でして、充電電流である 1A も流そうと思ったら、この間の電圧が 1V やところじゃ全然足りないし、ましてやここが 4.5V で電源が 5V だと、オンすることさえできないかも。さっきの映像を見てもらえばわかるように、電源電圧を 6V にしても 60mA ぐらいしか流し込めてなかったみたいですもんね。結局、電源電圧が足りないんじゃないかなと思います。3セル充電しようと思ったら多分 7V 以上必要です。でも、この IC の電源は 6V まで。全然ダメじゃん。って話です。2セルだったらギリギリ？いやーどうかなってところです。試してはみたいですが、分圧抵抗の取り替えが必要になるので、すぐには無理かな。それに2セルになっちゃうと、そもそもタッチランタンを充電で最初のプランがお釈迦です。というわけで残念でした。1000円近くしたお高いモジュールだったのですが、お蔵入りになりそうです。どなたか充電できたよっていう方がいらっしゃったらぜひ教えてください。僕のモジュールが単純に外れだったって可能性もないではないので。ここで CM です。というわけで、今回作った7セグタイマーについてご紹介。よそ様の動画だと時間経過を表すのに、携帯のタイマー表示とかがよく使われてますよね。それも良いとは思うのですが、ちっちゃくて
画面の隅に配置できるタイマーがあるといいなということで、今回作ってみました。今回使った7セグモジュールがこれ。4個で884円。TM1637 という7セグドライバーが使われているようで、シリアル制御で7セグを表示させられます。回路図がこう、ウルトラシンプルです。マイコンは ESP32 モジュールを使いました。ライブラリがあって、プログラミングが楽だというのが一番の理由ですが、この先の展開もちょっと考えていて、いろいろできる ESP32 にしときました。電源は USB からもらって、16番と17番のポートを7セグモジュール、18番ポートをスイッチ、23番ポートに LED をつないでおしまい。プログラミングとか詳細についてはよかったらこちらの動画も見てください。これも2年前なんですね。ちなみにこの7セグモジュール、2年前からこの値段で全く変わってないことに気がついてびっくりです。一応簡単にプログラムの解説しておきますね。今回1秒ごとの割り込みを使っています。こっちのオンタイマーという関数が1秒ごとに呼ばれますので、その時のプログラム開始からの経過時間をミリ秒単位で取得。ループ関数では、オンタイマー関数で変数が更新されると、その時間からリセットされた時間を引いて、分と時間に直して7セグモジュールに表示します。LED も 0.2 秒だけ光らせます。あとはリセットボタンが押されたらリセット時間の変数を更新します。そうすることでタイマー表示が0にリセットされるというわけですね。プログラムについての参考サイトはこちらになります。関数の解説などもあって大変勉強になります。プログラムそのものはいつものようにブログに上げておきますので、興味のある方は見てみてくださいな。という感じで動画の方をご覧ください。またプラ板の切り抜き。これ実は電源パネルで切り抜いたプラ板をさらに切り抜き。貧乏症なんですよ。この切り抜いていたも後で足に使ってます。本当に貧乏症。プラ板と7セグモジュールをホットボンドで固定。裏についているのが TM1637 です。リセットボタンの効果を確認。ここがリセットボタン。これが ESP32 ですね。LED は1秒ごとに光ります。リセットボタンをポチッと。数字がリセットされました。というわけで残念ながらニッケル水素充電池3本は5ボルト電源では充電できないようだというのが分かりました。まあ振り返ってみれば当然なんですが、そりゃ5ボルトじゃ足りないか。あそこが PMOS の電流源ならなとか言っても始まらないですよね。回路的にはそんなに難しくないはずなんだけど、面積がな、コストかな。まあそれはさておき。後半の7セグタイマーはこれからも色々出番がありそうです。7セグって視認性もいいですしね。ESP32 なので Wi-Fi で時間情報を拾ってきて時計になるようにもしたいところ。しばらく7セグで遊ぶのもいいかもしれませんね。というところで、はい、ここまでご視聴ありがとうございました。よかったらぜひ、いいねボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。